今回はオーライザーを製作していきたいと思います。オーライザーのパーツ数は25パーツになります。1、2、3番で使うパーツを確認してみます。OA パーツは多色成形のパーツになります。クリアパーツに60分の1のフィギュア、GN ソード3のパーツもあります。OB パーツはピンク色のパーツになります。全体的に大きいパーツが多く、機体の外装パーツです。OE の1のパーツです。エンジ色の外装パーツになります。大きいサイドバインダーのパーツもあります。OF の1のパーツはダークグレーになります。機種部分の内部のパーツが多いです。OF2 は OF1 と同じパーツが多いです。OG パーツもダークグレーで機体の内部のパーツになります。OJ パーツはブラックでポリキャップになります。同じものが2枚あります。全部並べてみると1、2、3番で使うパーツはこれぐらいの量になります。1番の工程は5番までしかないのですぐに終わりそうです。OF1 の11のパーツに OG12 番のパーツをはめて OG23 番のパーツで固定します。OF1 の12のパーツに OG13 番のパーツをはめます。そのパーツを先ほど作ったパーツに取り付ければランディングギアが1つできます。後ろ側に動かすと収納できるようになっています。下側に動かすとランディングギアを展開できます。先ほど製作したパーツに OF1 の6のパーツを上側からはめます。OG11 のパーツに外装パーツを取り付けます。OB15 のこの部分に差し込みます。1の3で作ったパーツにクリアパーツを取り付けます。OE1 の9のパーツにランディングギアを通してはめます。GN の後は少し文字が読みづらいですが、何か字が書いてあります。先ほど作ったパーツを上側にはめます。2つのパーツを組み合わせて、先ほど作ったパーツの先端部分にはめます。後ろ側は OJ の8のポリキャップを取り付けておきます。ランディングギアを収納しておきます。2番の工程は2ページぐらいあるので少し時間がかかりそうです。OG7 のパーツに外装パーツを取り付けます。OG5 のパーツにはめます。OG3 のパーツと OG2 のパーツを両サイドに取り付けます。OG1 のパーツを両サイドに取り付けます。OG8 のパーツに外装パーツを取り付けます。先ほどのパーツのこの2つの突起部分にはめます。引っ張ると連動して展開するようになっています。OG10 に OG24 のパーツをはめます。2の3で作ったパーツのこの部分にはめます。上側から OG4 のパーツをはめます。OE1 の17と16のパーツをはめます。2の4で作ったパーツの上側と下側に外装パーツを取り付けます。先端部分を引き出して展開しておきます。両サイドにエンジ色の外装パーツを取り付けます。説明書の通り引き出しておいた方がはめやすいような感じはします。OG の6に OB の9番のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。先ほど作ったパーツを左右に取り付けます。押し込むと収納できます。2つのパーツを組み合わせて下側に OF1 の2のパーツと OF2 の2のパーツを取り付けます。OG の19のパーツに OG の16のパーツをはめます。下側の穴に2の6で作ったパーツをはめます。2の7で作ったパーツを取り付けます。最後に OG20 のパーツをはめます。2の8で作ったパーツに OF1 の10のパーツをはめます。
横側の突起部分に OG14 のパーツをはめます。反対側も同じように取り付けておきます。90度動かして引き出しておきます。下側から OB3 の外装パーツを取り付けます。展開していた部分を押し込んで収納します。3番の工程は2ページと少しになります。10番までありますが、一つ一つが大きいので、あまり時間はかからない感じがします。OG の17番に OG の9のパーツをはめます。OF1 の3のパーツをはめます。同じランディングギアを2つ製作しておきます。OB の16のパーツに OG の15のパーツをはめます。3の1で作ったパーツを収納しておきます。収納したパーツを左右のこの部分に取り付けます。OF1 の8のパーツと反対側は OF1 の9のパーツを取り付けます。これ以上奥まで入らなかったので穴を広げてはめました。2番の工程で製作したパーツを3の3で作ったパーツに取り付けます。奥までしっかりとはめておきます。サジのフィギュアはピンク色なので組み立てる前に塗装しておきます。OG の18番にコックピットを取り付けます。コックピットにサジのフィギュアを乗せます。オーライザーのコックピット内をかなり再現しています。3の4で作ったパーツに取り付けます。後ろ側を上側に起こしておきます。OE1 の11番に OE1 の14番をはめます。もう一つは OE1 の10番に OE1 の15番をはめます。先ほど作ったパーツを OB12 番の先端部分にはめます。最後にコックピットハッチを裏側から取り付けます。1番の工程で作った機種部分をここにはめます。先ほど製作したパーツを上側にはめます。ポリキャップをこの突起部分にはめます。下側に OF1 の4番のパーツをはめます。上側から OF1 の5番のパーツをはめます。OB1 の外装パーツをはめて、前側に OB2 の外装パーツをはめます。ポリキャップを取り付けて OF2 の5番のパーツを下側から取り付けます。上側から OF2 の4番のパーツをはめます。OB1 のパーツをはめて、前側に OB2 のパーツをはめます。OB4 番のパーツに OB7 番と8番のパーツを取り付けます。3の9で作っていたパーツの上側に取り付けます。次回は4番の工程から製作していきたいと思います。今回は4番のサイドバインダーの製作から始めます。4番5番で使うパーツを確認します。OC パーツはピンク色でサイドバインダーの外装パーツです。同じものが2枚あります。OD パーツはダークグレーで同じものが2枚あります。OE にはサイドバインダーの外側の外装パーツです。OH はピンク色の外装パーツです。サイドバインダーの左右と後ろ側の外装パーツがあります。同じものが2枚あります。OI はダークグレーのパーツになります。サイドバインダーの内部に使うパーツが多いです。同じものが2枚あります。OO パーツはグレーでミサイルなどの武器のパーツです。同じものが複数あるので似たようなパーツが多いです。同じものが2枚あります。OP パーツはダークグレーでミサイルに使うパーツなどがあります。GN コンデンサー部分のパーツもあります。同じものが2枚あります。水転写デカールです。左下のシルバーのデカールを使います。4番5番で使うパーツを並べてみるとかなりのパーツ数になります。DC1 のパーツに OJ1 のパーツを2つ取り付けます。下側から OH1 のパーツをはめて上側から OH2 のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。OI の7に OI の8のパーツを差し込みます。
上側から OI の3のパーツをはめます。90度動かして OI の9のパーツを差し込みます。同じものを2つ製作しておきます。OD2 のパーツの裏側に OD6 のパーツをはめます。4の2で作ったパーツをはめます。最後に OD5 のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。OD4 のパーツにクリアパーツをはめて OD7 のパーツをはめます。DC2 のパーツに先ほど作ったパーツをはめます。4の3で作ったパーツを先に通してから突起部分をはめます。同じものを2つ製作しておきます。OI の4のパーツに OI の6と OI の5のパーツをはめます。OD1 にポリキャップを取り付けます。ポリキャップの穴に先ほど製作したパーツをはめます。OD3 のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。4の4で作ったパーツに OF1 のパーツをはめます。4の1番で作ったパーツをはめます。全体的にしっかりとはめておきます。下側から4の5で作ったパーツをはめます。OE1 の6のパーツと OE1 の5のパーツをはめておきます。同じものを2つ製作しておきます。OE1 の8のパーツに OI10 のパーツをはめます。ポリキャップを真ん中の穴にはめておきます。サイドバインダーの外側にはめます。同じものを2つ製作しておきます。後で気づきましたが、ポリキャップを逆につけていました。OI の2にポリキャップをはめて OI の1をはめます。同じものを2つ製作しておきます。OI の2にポリキャップをはめて OI の1のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。OE1 の4に先ほど作ったパーツをはめます。OE1 の2のパーツと OE1 の4のパーツをはめておきます。OE16 にポリキャップを取り付けておきます。先ほど組み立てたパーツにエンジンのパーツをはめて、最初に組み立てたパーツをはめます。後ろ側に外装パーツをはめておきます。OH の3に2番目に組み立てたパーツをはめます。ポリキャップをはめておきます。エンジンのパーツを組み立てて先ほどのパーツにはめます。左側で最初に組み立てたパーツをはめておきます。最後に後ろ側に外装パーツを取り付けます。先ほど作ったパーツを4の7で作ったパーツの左右に取り付けます。同じものを2つ製作しておきます。サイドバインダーをオーライザーの左右に取り付けます。上下を機体側に畳んでおきます。これでオーライザーは完成です。5番は2ページぐらいありますが、同じものを結構な数作ります。OO の12と13のパーツをはめます。後ろ側に OO の9番と OO の10番のパーツを差し込みます。先端に OP の10番のパーツをはめます。同じものを8個製作しておきます。OP の4番に先ほど作ったパーツを上下に2つはめます。同じものを4つ製作しておきます。OO の14番に OO の11番のパーツを差し込みます。OO の15番をはめて OO の16番をはめます。OO の18番と19番のパーツをはめます。先ほど作ったパーツを後ろ側にはめます。前側に OP の3のパーツをはめます。はめる向きが間違っていたので穴を合わせてジョイントパーツをはめます。これで粒子かく乱ミサイルは完成です。同じものを2つ製作しておきます。OP11 の中央部分に2つのパーツをはめます。OP9 のパーツをはめます。奥までしっかりとはめておきます。同じものを2つ製作しておきます。左右にパーツをはめます。
後ろ側と前側にも2つずつパーツをはめておきます。同じものを2つ製作しておきます。OP6 のパーツに OP2 のパーツを2つはめます。上側から OP5 のパーツをはめます。後ろ側と前側にパーツをはめて5の6で作ったパーツに取り付けます。最後にジョイントパーツを取り付けておきます。このジョイントパーツはかなり硬かったです。同じものを2つ製作しておきます。OP5 と6のパーツをはめます。OO23 のパーツにはめて上側に2つのパーツをはめます。後ろ側と前側にパーツをはめて上側にはめます。下側にジョイントパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。サイドバインダーを展開して穴があるので GN ミサイルのジョイントパーツをはめます。下側にもはめておきます。中央のポリキャップ部分にはハンドミサイルユニットを取り付けます。裏側は下側に GN コンデンサーを取り付けます。上側は粒子撹乱ミサイルを取り付けます。反対側のサイドバインダーも同じように武器を装備させます。かなりの重武装です。次回は GN ソード3の製作から始めたいと思います。今回は6番の GN ソード3から製作していきたいと思います。2ページちょっとありますが、あまり時間はかからなそうです。6番の組み立てで新しく使うパーツを確認します。OK パーツはダークグレーのパーツになっています。ON パーツもダークグレーで ABS 樹脂でできています。OL パーツはクリアピンクのパーツになっています。ライザーソードモードの時に使います。OM パーツはクリアグリーンのパーツになっています。最後の工程なので残ってるパーツはあまりないです。OA4 のパーツにポリキャップをはめます。クリアグリーンのパーツに先ほどのパーツをはめて OA3 のパーツを反対側にはめます。OA1 のパーツをはめて反対側に OA8 のパーツをはめます。OK8 のパーツに ON5 のパーツをはめます。上側から OK7 のパーツをはめて後ろ側から OK11 のパーツをはめます。収納しておきます。この穴のところに OK13 のパーツをはめます。6の1で作ったパーツの後ろ側に OK3 のパーツをはめます。先ほど作ったパーツを上側にはめておきます。OK14 のパーツに OK6 のパーツをはめます。外装パーツを取り付けておきます。OK12 のパーツをはめておきます。OK9 に OK5 のパーツをはめます。外装パーツを取り付けておきます。OK12 のパーツをはめておきます。ON1 と2のパーツをはめます。ON7 に先ほど作ったパーツをはめます。ON9 のパーツをはめておきます。6の3で作ったパーツに ON8 のパーツをはめます。先ほど作ったパーツをはめて6の2で作ったパーツをはめます。ON4 に ON6 のパーツをはめて ON3 のパーツをはめます。先ほど作ったパーツに今作ったパーツをはめます。6の4で作ったパーツをはめます。OK10 のパーツをはめておきます。グリップ部分を90度動かします。グリップ部分に穴があるのでハンドパーツの突起部分にはめます。腕に奥まではめておかないときっちりとはまらないです。指を閉じます。エンジンのパーツに突起部分があるので腕の穴にはめます。ライフルモードで持たせた状態の完成です。剣先を180度動かします。腕に取り付けている部分を外します。フラフラしていますが押し込んでやるとロックすることができます。
振ってみても動かないので保持力はあります。トランザムライザーの時に取り付けるエフェクトパーツです。剣の部分に差し込んで4箇所で固定します。手を離すと重みで下に下がります。ブラックライトを当てると2色が反応してなかなか綺麗です。ソード部分を180度動かします。この部分を上側にスライドさせておきます。OK1 と2のパーツをはめて、後ろ側に OK4 のパーツをはめます。6の8で展開しておいた部分に先ほど作ったパーツをはめます。手前側も突起部分にはめておきます。機体の下側の3つの穴に差し込みます。これでオーライザーは完成です。可動域です。サイドバインダーの左右は畳むことができます。エンジンの部分は展開することができます。後ろの部分は内外に90度ぐらい動きます。ミサイルハッチは稼働することができ、内側も連動して動きます。押し込むと収納することができ、引っ張ると展開することができます。後ろの部分が曲がり、この部分が2つ稼働します。トランザムライザーへの変形合体の時に使います。ランディングギアは後ろ側を押してやると手前側が浮くので引き出しやすくなります。後ろ側のランディングギアも同じように後ろ側を押してやると引き出しやすくなります。反対側も同じように引き出しておきます。収納する場合には逆の手順で収納することができます。オーライザーにはランディングギアが3つあります。GN ソード3にもランディングギアが1つあります。コックピットハッチは開けることができます。手前側のハッチは少し開けづらいので何か細いものを入れて開けます。ハッチの内部を再現してあります。コックピットハッチを開けると中の作業を見ることができます。上から見るとコックピット内が再現されているのがわかります。ハッチを閉じる場合には下側に動かせば閉じることができます。オーライザーを組み立ててみての感想です。パーツ数もあまり多くなく、組み立ては非常に簡単です。武装も多くて見た目は非常に派手です。トランザムライザーへの変形合体はまた別の動画で。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。